初めての転換発作での受診、不安ですよね。私も息子の受診の時は不安や焦りの気持ちでいっぱいになり、うまく説明できる自信がありませんでした。でも何度も通う中で気づいた本当に役立つ準備があるんです。診察で本当に役立ったのは動画と簡単な記録でした。今日は息子が転換発作で何度も受診した実体験から、動画と記録が診察にどう役立ったのか、受診の際に大切だと感じた3つのポイントをお話しします。あなたには診察を出た後、もっとこう伝えておけばよかったと後悔してほしくありません。まず1つ目は、発作の様子を動画に残すことです。息子の発作は分かりやすい全身の痙攣発作ではありませんでした。後に診断されたのはウエスト症候群という転換の病気です。体が一瞬ピクッとする、うなずくようなほんのわずかな動き、一回一回は本当に短く、正直発作だとは気づきにくいものでした。これってしゃっくりなのかな、そう思ってしまうほど日常の中に紛れてしまうような動きだったのです。まさかその一瞬の動きが難病の発作だったなんて。今振り返ってもウエスト症候群は本当に分かりづらい病気だったと感じています。私たちは母が気づいて撮影してくれた発作の様子をスマートフォンの動画として残していました。診察の際、その動画をお医者さんに見てもらうと、すぐにこれはウエスト症候群という難病の可能性が高いですと伝えられました。もし言葉だけで症状を説明していたら、この発作の特徴はきっと正確には伝えられなかったと思います。2つ目は、発作や日常の様子をノートに記録することです。転換発作での受診はお医者さんからどのような発作でしたか、何回くらい起こりましたか、どれくらいの時間続きましたかなどと聞かれると思います。発作が起きた日時や回数、気になった様子、日常の中で感じた小さな変化、それらすべてを心に留めておくのは難しいですよね。そんな時、言葉や身振りで発作の様子を正確に伝えることは簡単ではありません。毎日はノンストップで進み、起きたことは次々と過ぎ去っていきます。頭の中に浮かんだことはすぐに消えていく。診察が始まると、家では考えていたはずのことがふと抜け落ちてしまうことがありました。そんな中で私は、次回の診察でこれを伝えたい、これを聞きたいと思ったことを箇条書きでノートに書いて受診するようにしました。忙しい時は走り書きでも構わずに書き留めていました。とりあえず書いておけば、後から読み返すことで情報を整理でき、いつでも子供の状態を把握し直せる。そう感じられるようになると、気持ちも少し落ち着いてきました。ノートは診察の時間を後悔に残る時間ではなく、思いをちゃんと伝える時間へと変えてくれた大切なものでした。そして3つ目が、判断してもらいやすい情報をまとめ、聞きたいことを整理することです。情報を重ねる中で一つ一つ気づいたことがあります。それは、話がまとまっていなかったり、発作の様子がうまく伝わらないと、お医者さんの立場から考えても診察はしにくいということでした。でも専門的なことだし、うまく伝えられない、そんな風に思ってしまいますよね。ただ、お医者さんはとても忙しく、一人一人に使える時間は限られています。だからこそ、動画やノートをもとに、今何が一番困っているのか、
発作は以前と比べてどう変わったのか、何を判断してほしいのか、そうした情報を整理してまとめておくことで、情報を早く正確に把握してもらえ、その分本当に大切な情報や説明に時間を使ってもらえると感じました。そこで私は書き留めたノートを要約し、診察券と一緒にファイル袋に入れて必ず持参するようにしていました。そうすることで伝え忘れや聞き忘れを防ぐことができます。ノートや動画を用意することは遠慮することでも我慢することでもありません。それはお医者さんの大切な時間を奪わないための配慮であり、同時に私たちの子供を守るための行動だと思っています。今日お伝えした大切なことは3つです。発作の様子を動画に残すこと、発作や日常の様子をノートに記録すること、そして聞きたいことを整理して持参すること。我が子が発作を起こしている最中に動画を撮ることはとても辛いことです。私も最初は息子の転換発作が始まるとどうしようと気が動転し、体をさすったり名前を呼んで声をかけたりしてただあたふたするばかりでした。けれど受診を重ねる中で実際の様子を先生に見てもらうことの大切さが分かりました。記憶は時間が経てば曖昧になります。動画を見てもらう方が早く、そして確実だと実感したのです。それに気づいてからは、息子が転換発作を起こした時、心苦しさはありながらも、これは息子のためになる、この動画が息子を守る、そう強く思い、すぐに携帯を手に取り、発作の様子を撮影できるようになりました。動画があったからこそ、分かりにくい発作にも気づいてもらえ、正しい診断へとつながりました。目の前の我が子を守りたい気持ちと、冷静に記録しなければという思いの間で、きっと多くの方が葛藤されるのではないでしょうか。それでも勇気を出して撮った動画が我が子を救う、そう信じて動画を残すことをお勧めします。私はその準備をして受診した中で本当に信頼できる先生に出会いました。忙しい中でも動画や記録を丁寧に見てくださり、一緒に考えてくれると感じられたことが何よりの心の支えでした。その先生はこの春に学びを深めるためにアメリカへ行かれます。その姿を見て私は強く感じました。医療も学びも止まらないことを。でも同時にこうも思ったのです。どんなに優れた先生でも診察で状態を見られるのはほんのわずかな時間だけ。発作を一番近くで見ているのは私たち親です。夜中の小さな異変もほんの一瞬の違和感も日常の中でわずかな変化も気づけるのは私たちしかいません。先生が学びを続け最善を尽くしてくださるなら、その判断材料を届ける私たちも止まってはいけない。だからこそ親も知ることを諦めない。完璧じゃなくていい。一行のメモも一つの質問でもいい。小さな積み重ねが先生の学びとつながり、あなたの大切な人を守る力になると私は信じています。それは義務ではなく、守りたいという気持ちから生まれる静かな強い力です。この動画が不安の中にいる誰かのお役に立てたなら、私も救われます。息子が病気になったことも意味があったのだと、そんな風に思えるのです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。